哦，他到处测试。それとも私の美しさが罪なのか。何やその目は。リニアはバカなの。なんだって。何よ、もう一回言ってみるにゃ。うるさい、集中できないだろ。遊びに来てるんだ、故郷に帰れ。只有克里夫最认真。誰に向かって口聞いてるにゃ。申し訳ありません。勉強の邪魔になりますね。静かにします。ほら、座って。其实以前上学的时候，我跟克里夫很像。不会吧？别把克里夫给带坏了！啊！我服了。これこれ、君たち、亀をいじめてはいけないよ。あ？んだてめえは。我弟肯定看不得这种事情。事情は知りませんが、他以前也是被霸凌。卑怯ですよ。大丈夫ですか？お前に助けられる筋合いは。克里夫为什么也被霸凌啊？我真服了。いや、助かったよ。他不是神子吗？虽然可能大家不知道。てっきり噛みつかれるかと思ったが、敵じゃないと認識したのか。そもそもなんで俺はクリフに嫌われているんだ？まあ、いいか。克里夫都没有朋友，我的天哪！おい。站在一，吓我一跳，我以为他要跟鲁迪表白了。为什么这么娇羞啊，克里夫？太可爱了。艾琳娜已经被艾琳娜给迷死了。マジか。窓辺の君、エリナ・リーゼ・ドラゴンロード。彼女にふさわしい美しくも勇ましい名前だ。当然ながら勤勉で成績もよく、冒険者だったから実践における魔術の知識も持っている素晴らしい人だ。他只是被钓鱼了。見間違いかと思ったが、本当にエリナ・リーゼのことらしい。しかし彼女が男子生徒と見境なく一夜を共にしているというよからぬ噂を昨日の奴らが流していた。事实。だからやめさせよう。哦，好纯情啊！だから嘘じゃないんだよ。好惨啊，克里夫。なぜその話を僕に？その紹介してくれないか。啊，他太可爱了！他越是这样，就越想让人欺负他。恋愛相談？ルーデウス君、好きな人がいるの？いえ、知り合いの。無中生有。知り合い。フィッツ先輩だから明かしますが、特別生のクリフ先輩のことです。あ、そうなんだ。続けて。クリフ先輩。他真的什么都找学长商量呢。その惚れた相手っていうのが僕の知っている人なのですが、紹介するには少々問題がありまして、こういう場合どうするべきですかね。ルーデウス君はその女性のことをどう思ってるの？嫌いではありません。恋愛対象としては見れませんが。そうなんだ。でもルーデウス君がそういう目で見れないだけで、クリフ君は別かもしれないよね。僕も好きな人がいるから、その人の気持ちはわかるよ。
フィッツ先輩に好きな人？是个男的。無難に考えるとあり得る。哦，我好喜欢这种剧情，就是公主和她的侍卫。だからきちんと紹介して告白するチャンスを与えてあげるのがいいんじゃないかな。でも後になって問題が起きるかもしれません。それは仕方ないよ。だって紹介してもらったら後のことは本人同士の問題でしょ。言われてみれば確かにその通りか。わかりました。フィッツ先輩、ありがとうございました。お役に立てたなら何よりです。太美了。あら、ルーデウス、珍しいですわね。あなたから来るなんて。そちらの方は？クリフ先輩、来る No， 前にも言いましたが、どういう結果になっても僕は感知しません。感觉克里夫会被艾丽娜直接一个吃抹干净。エリナ・リーゼさん、こちらはクリフ・グリモルさん。特別生で一つ上の先輩です。ご紹介に預かりました。クリフです。あらあら、これはどうもご丁寧に。エリナ・リーゼ・ドラゴンロードですわ。それでクリフさんはこの私に一体どんなご用ですの？何でもエリナ・リーゼさんを紹介してほしいらしく連れてきました。はい、エリナ・リーゼさんのお哦，美しい直球。お顔を拝見していました。ぜひとも個人的なお付き合いをお願いしたいのです。ちょっと、なんです笑死いくら欲しいんですの？まさか先輩を売りに来たと思ったのか。最低だな。金はいりません。嘘おっしゃい。ルーデウス、あなた私のこと分かってるでしょ？あんな騙しやすそうな子を連れて感觉くるなんて。对他不好意思了是吧？恥知らずはどっちだよ。騙すも何も僕は紹介してくれと言われただけです。本当ですの？なんだったらロキシー師匠哦，那是很认真的。ルーデウスの言葉が本当だとしても、本気の子はちょっと困りますわ。意外だな。実はそんなこともあろうかとか言って宿に連れ込むかと思ったんだが。私の呪いはご存知でしょ？一人とお付き合いすることはできませんのよ。じゃあ仕方ありません。綺麗に振っちゃってください。いいんですの？ルーデウスの顔にどう？伤害一个纯情男孩的心。でもなるべく真実を話してあげてください。分かってますわよ。ルーデウス、人の恋路を覗き見るもんじゃありませんわよ。そうですね。克里夫看着好小啊。ルーデウス、ありがとう。クリフには悪いが、これが一番いい結末だろう。おはようございます。啊！直接搞一起去了。ルーデウス、おはよう。啊私啊！たち付き合うことになりましたの。昨天違くない？あんな男らしいプロポーズをされては、さすがの私でもキュンときてしまいましたのよ。それはおめでとうございます。ですが呪いは。私、これからはクリフのためになるべく我慢真的することにしま假したのよ。的？エリナ・ディーゼだけに辛い思いはさせない。君の呪いはこの僕が必ず直してみせる。クリエリナ・俩恋爱脑了，怎么突然？我就跟那个猫猫一样的感觉。そういうことなら俺は何も言うまい。已经比翼双飞了是俺も吧？早く病を治して誰かとイチャイチャしたいものだ。这我还真没想到，艾丽娜居然会稳定下来，还是说她迟早会把克里夫给扎了？お盛んですね。なんでも秋になると異性同士で決闘して勝った方が家族のボスとなるらしい。従属なりのプロポーズのようなもので、つまりは発情期だな。そして従属といえばあの二人もなんだが、リニアとプルセナ。
ドルディア族の2人の姫君は従属にとって憧れの的。求婚という名の決闘の申し込みが後を絶えない。だから扎诺巴好好啊，一直在带朱莉。手紙にはあとは頼むとも書いてあった。一体何を頼むというのだ？这是啥？也是什么？ルーデウス殿とお見受けする。我と尋常なる婚儀の決闘を。それはあれですか。この時期流行りの求婚の決闘ってやつですか？さよう。我还在想他们男的也能求婚吗？プルセナ様に文を出したところ、貴様が群れのボスだと判明した。よって貴様には決闘を受ける義務がある。あと頼むって。而且鲁迪是自己瞬间把自己当成了零。勝負。じゃあ決着ということで。ルーデウス君、外がすごいことになってるけど何をしたんだい？何も。リニアとプルセナを嫁にするには僕を倒せばいいらしいです。何それ？君はドルディア族の族長じゃないんだ。彼女らをどうこうする権利はないはずだよ。とは言っても2人が困っているのも。他们还真应该没人能打得过鲁迪。むさ苦しい男だらけの決闘大会か。男だらけってほどじゃないよ。一人だけ女の子もいたし。マジっすか？可愛い子でした？ふーん。ルーデウス君はそうなんだ。super。あれ、フィッツ先輩？可爱。但是如果女生跟他打的话，是也想娶猫猫狗狗吗？なんだこりゃ。我が輩に挑むとは魔法大学というのは気骨のある者が集まっておるようだな。順番間違いやなら全員倒せというのでそうしてみたら本当にすぐ出てきたではないか。その予見眼、貴様がルーデウス・グレイラットか。我がフィアンセ魔界大帝キシリカより話は聞いておる。啥？他的未婚妻是？貴様に決闘を申し込む。わけがわからない。这么巨大，等一下，他是学生吗？他是怎么出现在这里的？すみません、自分の杖を取って陆基好乖巧。人族はせっかちだと思ったので急いだが、貴様には余裕があるようだな。さすがは我がフィアンセに認められるだけある。フィアンセ？キシリカ様でしたっけ？うん。キシリカ様のことは覚えております。この魔眼をいただきまして。貴様のことをすごいと評しておったぞ。あれほど興奮して話す彼女を見たのは久しぶりでな。僕は小物ですよ。他人より少しばかり魔力が多いようですが。座るがよい。ラプラスよりすごい。彼女がそんなことを言ったのは貴様が初めてである。つまり貴様は世界でもトップクラスの魔力総量を誇るというわけであるな。そうなんですか？確かに昔から魔力を増やす訓練はしてきましたけど。それだけではラプラス以上の魔力総量にはならん。普通ならありえんことだ。普通ならありえないなら、俺のように転生してきた者はどうなのだろうか。もしくは人神からチートをもらっていたとか。魔王様、一つお尋ねしたいことがあるのですが、決して僕は今から口にする人物の手先とか配下とかそういう感じではないので、唐突に襲いかかってこないでほしいのですが。貴様が待てと言ったの。是想说人神吗？魔王は約束を破らん。哦，他怕像上次龙神直接打过来那样。貴様、その名前をどこで聞いたのだ？夢に出てくるんです。そうか。夢にか。何かご存知で？わからん。そうですか。
他的手一定要那么举着吗？急に黙りおってつまらんやつだな。貴様も笑这什么爱人地狱吗？ごめん、ルーデウス君、お待たせ。想说卢迪。先輩、すみません、こんなことをお願いしてしまって。無理しないでね。ごめんなさいして逃げても誰も何も言わない相手だから、命だけはね。魔王様。バーディーで良いぞ。ではバーディー陛下、一つ提案があります。なんだ。もし僕が負けてもどうか命だけは助けてください。始める前から命乞いか。面白いやつだ。命は大切にすべきです。それほど膨大な魔力を持っていながら己の力に自信はないか。2年ほど前に竜神とかいう人に殺されかけたばっかりなんで。まずい。人神の名前が大丈夫だったから安心していた。鲁迪现在已经分外小心了。では一つ我が輩から提案をしよう。なんでしょうか。一発だけだ。一発だけ貴様の奥義を我が輩に向かって放て。それで我が輩に傷がつけば貴様の勝ち。そうでなければ我が輩の勝ちってどうだ。わかりました。ではそれでいきましょう。あの時は素手で片手で。哦，是那个超级大。今回は時間がある。なら思い切り貯めてやる。形成魔力を練り上げ硬くする。フィギュアを作る時と一緒だ。哇，电钻一样。もっと硬く回転ひたすらに回す。貫けるように。要全神贯注。魔力を練り込み、今俺ができる限りの最速で。では行きますよ。来い。哇，跟那火箭炮似的。嘘だろ。死んだ。Healing， 大家会害怕鲁迪的吧？怎么觉得他变小了？貴様の勝ちだ、ルーデウスよ。勇者を名乗ってもよいぞ。いえ、それはやめときます。ではせめて勝ち時をあげよう。わあ、好小。よくわからないが、判定勝ちってことでいいんだろう。勝ったぞさて、では我が輩の番だな。别吧。はい、これで大丈夫。ありがとうございます。でもあんな騒ぎを起こしたばっかりだから、今日はもうゆっくり休んで。フィッツ先輩もありがとうございました。なんだか疲れた。決闘やら魔王やら今日は大変だったな。まあでもこれで会うこともないだろう。魔王大人感觉应该也是个很重要的角色。くなったにゃ。でもまさか魔王まで来るとは思わなかったの。私たちは魔性の女なの。よくぞ守ってくれたの。お礼に胸を揉んでいいの、リニアのを。ありがとうございます。リニア狗狗。不死身の魔王バーディーガーディ参上。
哥们儿真成学生了，这衣服都没法穿。不是，我听到他这笑声，脑仁儿有点疼。这集看着还真挺有意思的，一个就是克里夫和艾丽娜这个走向完全没有想到的。这么看的话，克里夫早就已经把爱丽丝甩到脑后。不过克里夫真的就是很符合那种青少年的形象吧，就是那种可能感情来得快，去得也快，很容易立马就上头了。更让我没想到的是，艾丽娜居然真的答应跟他在一起了。看克里夫应该已经知道艾丽娜那个诅咒的事儿了，但是还是这样接受了他。他俩真的就是跟校园里的那种黏着分不开的小情侣一模一样。这集真让我想到了很多我高中时候的事情。克里夫真的很可爱，他开头的时候根本受不了后面嘈杂的这个教室的这个环境。我之前的时候也是完全是这样的，不管是在自习或者是在图书馆，只要有那种很嘈杂的动静，我直接就是警告。我以前的时候真的是对很多学校的规章制度之类的会有些死板，有一些较真儿。我也没有怎么遇到过像鲁迪一样会说啊不好意思，是我们太吵了，打扰到你了。一般情况下我感觉我应该是会被讨厌的。就是艾丽娜她遇到过非常非常多就是男人，就是可能是为了跟她上床之类，就是为了一些欲望，但是克里夫他是真诚的因为喜欢艾丽娜这个人才想跟她有一个非常真挚的求婚告白。这也正是为什么克里夫能真正的吸引到了艾丽娜。艾丽娜她看上去并不是只是想跟克里夫玩玩似的，虽然可能未来一天她会不会扎了克里夫就不好说了。如果俗套一点说的话，就是什么男人你引起了我的注意，你跟那些其他的男人不一样。就是他现在看着就非常甜蜜，两个人都非常上头。我很好奇他们接下来的走向会是如何，毕竟艾丽娜有一个这样无法跨越的诅咒在她身上，而这个诅咒就是代表她一定会出轨之类的。但是克里夫也答应了会去帮忙解开这个诅咒，不知道克里夫能做到什么样的地步。然后就是这个新出场的魔王巴蒂，虽然他看着很大个儿，就是看着也有点吓人，但看上去其实又像一个乐天派似的。他既然是永不死的，那等于说他应该是非常非常长寿了。其实我觉得越长寿人可能他看透的东西越多，所以呢其实对于很多事情也是一个豁然开朗的一个态度。你在选择用哪一招去对抗巴蒂的时候，我其实一下想到的是他当时快要被龙神给弄死的时候，他当时不是召唤了一个巨大的大魔球吗？就是感觉像是能吞噬很多东西一样，但是他其实选择了这个像电钻一样的咒语，其实是很明智的。因为那个大魔球它可能虽然攻击力非常的大，但是它并不精准，但是它这个电钻在仅有一招的情况下其实更适合精准的就是定位这个敌人。其实看了鲁迪能打败魔王我都不是很惊讶，因为鲁迪本身就是已经非常非常厉害了。那魔王呢，他被打倒之后还会缩小一样，突然变得很小，然后又恢复成很大，还挺有意思的一个角色。我觉得他可能接近鲁迪也只是想认识认识鲁迪，就毕竟他从他未婚妻嘴里听到了这么一个很传奇式的人物，毕竟他在他这个非常长寿的人生中可能已经遇到过很多不一样的人了。他感觉像是对鲁迪也产生了一些兴趣，然后留在了这个学校当学生，可能也是跟着鲁迪或者说是陪伴着他。然后就是那个不知道是谁的蓝头发的一个妹妹，可能之后才会出场，还是挺期待这些新角色加入的。那这是面结束了，我们下期再见，拜拜。